皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネル、ヌーの競馬場です。このチャンネルでは独自の予想メソッドを使って主に Win5 の予想および Win5 対象レースの馬券予想を公開しております。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ヌーの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭、さらに Win5 の推奨馬をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年5月12日のビクトリアマイルを含む Win5 が対象になっている5つのレースです。それでは予想に移りましょう。はじめに予想するレースは京都競馬場10レース芝 1600m Win5 対象1レース目です。1着ゾーンを超えている子はほとんどいませんね。アイスグリーンの3走前とタイゲンの2走前だけ超えてます。もう少し下を見てみます。全体的に前走で少し上昇している感じがありますね。でもゴーデンやピオラとかダノントルネードは上昇してるけど、この位置だと厳しい感じです。一番下まで見てみます。レッドラマンシュやカネフラはここでは消しですね。それではここからもっと絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭になりました。それではここからは私がこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はコントラポストになります。この馬はまだ1着ゾーンには届いていませんが、4走前ではこの中で期待値はトップに来ています。ずっと高めで推移しており、前走でも立憲バッカーに次ぐ2位の期待値です。今回は京都の外回りは初めてになりますが、中山の外回りは好成績で経験済みですし、コース的には問題ないと思います。金3走はいずれも上がりも1位ですし、ここは好勝負可能と見て、このコントラポストが二重丸評価になります。次に丸評価はモンテディオになります。この馬の期待値を見てわかる通り、かなりムラのあるタイプで、まだ1着ゾーンにも届いていません。ここ最近は長めの距離を使ってきていましたが、前走で初の芝 1600m を走って 0.2 秒差の5着と健闘できています。しかもその前走は、このレースで人気になりそうなタイゲンにも勝っています。ここはこの芝 1600m で新しい適性を見せたと言っても過言ではないと思いますし、同じ舞台でさらに上昇できると判断して、ここはこのモンテディオが丸評価です。次に黒三角評価はアイスグリーンになります。この馬は3走前の元町ステークスで3着だった時に1着ゾーンを超えています。この時は芝 1800m 戦でしたので、今回の距離は少し短い可能性があります。2走前に今回と同じ舞台でレースをしていますが、そこまで高い期待値でもありませんし、前走でも下げています。期待値は下降傾向にありますが、3走前の期待値の高さを評価して、ここは黒三角評価としました。抑え評価は、トウヤリトセイトと大元になります。トウヤリトセイトの期待値は少しずつ上昇傾向にあります。しかも金2走で、今回と同じ舞台を経験しており、期待値も上昇しています。現在8歳ですが、期待値の推移から見てもまだ成長できていますし、しっかり間隔も空けて今回また同じ舞台でのレースにもなりますので、ここはさらに期待もできると見ています。だいぶ後方からの競馬をするタイプですが、上がりも連続で2位をマークできていますので、仕掛けどころ次第では十分チャンスはあると判断して、ここは抑え評価としました。もう1頭の大元は2走前に1着ゾーンを超えており、この時は阪神芝 1600m で4着の時です。ここには出せませんでしたが、5走前は今回と同じ舞台で1着になっており、期
期待値としても1着ゾーンの手前まで来ていました。前走で落としていますが、この時は約7ヶ月ぶりの競馬でしたし、今回は叩き2走目で期待値も上昇すると見ています。ただ前走は、今回出走するリッケンバッカーやモンテディオには完敗している印象でしたので、ここは抑え評価としました。以上が、京都10レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価、東ヤリトセイト現在11番人気、タイゲン現在3番人気、黒三角評価、アイスグリーン現在1番人気、丸評価、モンテディオ現在7番人気、二重丸評価、コントラコスト現在2番人気。ここまでが予想の印になります。続いてウィンファイバー候補の馬名を見ていきます。ウィンファイバー候補、ここは期待値評価したコントラコスト、モンテディオ、アイスグリーン、前走で期待値トップのリッケンバッカーの4頭で広めに勝負します。以上が京都10レースの予想になります。次に予想するレースは東京競馬場10レースダート 1600m リーン5対象2レース目です。これが出走馬の期待値グラフになります。このレースで1着ゾーンを超えているのはロミオボスの2走前だけですね。もう少し下を見てみます。全体的に差が大きい感じがするし、5レターから下の子たちは1着ゾーンには届きそうにない感じです。なので5レター、メイショーラナキラ、マイネルシトラス、ラライホールはこの時点で消しにします。それでは一番下まで見てみます。ユイの一撃とヒヤがいました。ヒヤは2走前も低いから消しでいきます。ユイの一撃は前走だけじゃまだ判断できないですね。それではここからさらに絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい。これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はピックアップラインになります。この馬はまだ1着ゾーンには届いていませんが、高めの位置で推移できています。しかも金3走は今回と同じ東京ダート戦 600m 戦で出せています。1着ゾーンには届いていませんが、他のメンバーと比較すると上位の位置にいる印象ですし、今回は斤量も2キロ減って56キロで出走できる点も好材料です。あとこの馬は叩き2走目で好走することが多く、今回は4月21日からの中3週で好走パターンにもなんとか合致します。なのでここはこのピックアップラインが二重丸評価になります。次に丸評価はモズ炭治郎になります。この馬は前走以外はずっとフラットの推移をしていましたが、前走のダート戦 800m で上昇して前走の期待値はトップまで押し上げています。それでもまだ1着ゾーンには届いていませんが、金4走では期待値は下げてはいませんので、その点は評価できます。今回は前走から 200m 短縮して初のダート戦 600m 戦ですが、斤量も3キロも減りますし、血統面でも母父が黒船ということで問題ないと思います。なのでここはさらに上昇できるだろうと判断して、このモズ炭治郎が丸評価になります。次に黒三角評価はアイファーエポックになります。この馬は全体的に期待値はそこまで高くはありませんが、段階的に上昇してきています。金3走は 1800m 戦でのものでしたが、この馬は距離短縮で着順を上げていることが多く、今回の 200m 短縮で上げる可能性があると見ています。あと、休み明けよりも叩いて良くなる印象もありますので、前走は3月30日で少し間隔は空いていますが、まだ許容範囲内だと思いましたし、このメンバーなら、この位置でも上昇できれば上位は可能と見て、ここは黒三角評価としました。抑え評価は、ロミオボスとメイトウスイになります。ロミオボスは、かなり上のあるタイプで、2走前は、このメンバーで唯一1着ゾーンを超えている馬です。ただその2走前以外の期待値はかなり低く、全く評価できません。3走前以外は、今回と同じ東京ダート戦 600m 戦でのものです。完全に力負けの印象でしたし、前走に関しては、ここで一気に上昇できるとは考えにくいと見ています。ただ、2走前の期待値を評価して、ここは抑え評価としました。もう1頭のメイトウスイは、金2走で期待値を落としていますが、可能性として考えられるとしたら、斤量の負担が影響している可能性があります。
前走と2走前は57キロと58キロ。期待値の高い3走前と4走前は53キロと52キロです。そして今回は55キロと、金2走よりは有利に働くと思われます。なので今回で期待値を上げてくる可能性は高いと見ていますが、前走は今回と同じ舞台で期待値を下げていますし、今回は中1周でのレースになります。斤量面としてはプラスですが、ローテーション的にきついと思いますので、ここは抑え評価としました。以上が東京10レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは東京競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価、ロミオボス、現在3番人気、名東水、現在4番人気、黒三角評価、アイファアイポップ、現在5番人気、丸評価、モチタンジロー、現在2番人気、二重丸評価、ピックアップライン、現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いて2ファイバー候補の馬名を見ていきます。2ファイバー候補、ここはピックアップラインとモチタンジロー。2走前の高い期待値からロミオボスの3頭で勝負します。以上が東京10レースの予想になります。次に予想するレースは新潟競馬場11レース芝 1800m リーン5対象3レース目です。これが出走馬の期待値グラフになります。パッと見で4走前の期待値がすごい高い子がいます。これは敬愛セナの4走前の期待値ですね。4走前はコスモサガルマータも高い位置にいます。もうちょっと下を見てみます。1着ゾーンの下あたりですごい密集してますね。一旦一番下まで見てみます。前走でだいぶ落ちている子が何頭買います。カランドゥーラ、ホラブリューテ、ウィンシクラン、マテンローアレスがそんな感じです。なのでこの子たちは消しでいきます。それではここから今回は厳しいと思った子を消して推奨候補の子だけに絞りたいと思います。はい。これで推奨候補として6頭になりました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価は敬愛セナになります。この馬は4走中3走で1着ゾーンを超えており、4走前の2勝クラスで1着だった時の期待値がダントツで高い位置にいます。前走のセンテニアルパークステークスで2着だった時もこのメンバーの中ではトップの期待値です。よりもずっと 1800m を使ってきており、芝 1800m の成績は3221で連帯率 62.5%、勝率 87.5% と、この距離の適性はかなり高いことがわかります。今回と同じ新潟芝 1800m に関しては2100で連帯率 100% ですし、勝率の 66.7% とかなり優秀です。なのでこの新潟適性の高さとこの期待値の高さから文句なしでこの敬愛セナが二重丸評価になります。次に丸評価はコスモサガルマータになります。この馬は2走前でかなり期待値を落としていますが、この時は芝 2000m 戦でのものです。それ以外の3走は全て1着ゾーンを超えてきており、その3走全て芝 1800m 戦でのものです。なので今回の距離は適性が高いと判断できます。新潟競馬場の成績も過去に1回 2000m で走って1着に来ており、問題ないと思います。今回斤量が58キロではありますが、前走で58キロを経験できていますし、この距離適性の面を考慮して、ここはこのコスモサガルマータが丸評価になります。次に黒三角評価はセレシオンになります。この馬は今回の 1800m は初めての距離になりますが、期待値としては3走前と前走で1着ゾーンを超えています。速い上がりを使うタイプでもありませんが、長くじりじり伸びてくるような足を使うタイプなので、この新潟の長い平坦の直線は向いている可能性があります。実際過去の新潟での成績は1着1回と2着1回で連帯率は 100% です。ただ今回 400m の短縮になる点でレースに戸惑う可能性があるのと、騎手も点乗りで荻の騎手になりますので、その点で評価を少し下げて、ここは黒三角評価としました。抑え評価はルドビクスとスミになります。ルドビクスは前走の期待値は敬愛セナに次いで2位まで押し上げています。それまでは低い期待値でしたが、ここへ来てまた復調の兆しがあります。過去に新潟芝 1800m は4回走っていますが、
その成績が1着2回と2着2回で連帯率 100% なので、この舞台はかなり相性がいいと判断できます。この復調のタイミングでこの好相性の舞台なので、その点からここは抑え評価としました。もう1頭の杉は2走前で期待値がトップです。ただこの時は重馬場だったことと、この馬はずっとダート線を使ってきていましたので、その点からもパワーのいる馬場に適性がある可能性があります。ただ前走で東京芝 1800m を使ってある程度の期待値は推移できていますので、ここで同じ左回りの芝1800という点で上昇してくる可能性も考慮して抑え評価としました。以上が新潟11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは新潟競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価、ルドビクス現在9番人気、スミ現在4番人気、黒三角評価、セレシオン現在2番人気、丸評価、コスモサガルマータ現在8番人気、二重丸評価、ケアセナ現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミンファイバー候補の馬名を見ていきます。ミンファイバー候補、ここはケアセナ1頭で勝負します。以上が新潟11レースの予想になります。次に予想するレースは京都競馬場11レースダート 1400m リーン5対象4レース目です。これが出走馬の期待値グラフです。前走と2走前は誰も1着ゾーンに届いていないね。3走前はサンライズフレームがギリギリ届いているのと、4走前はアルファマムだけが超えてますね。もうちょっと下を見てみます。パッと見だと上位にいる子たちは2走前はほとんど差がないけど、前走で差が開いた感じです。一番下はどうなってるのかな。まだ結構いましたね。この名勝打人、ジャスパープリンス、アイオライト、サバ、マルモリスペシャル、サクセスローレル、名勝天水、電光ウリジエールの合計8頭はこの時点で消しでいきます。それではここから期待値が低いと思った子をさらに消して推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭になりました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はサンライズフレームになります。この馬は3走前で1着ゾーンを超えており、この時は今回と同じ京都ダート 1400m 戦でのものです。この同舞台でここまで高い期待値を出せているのはこのサンライズフレームだけですし、前走でもこの中でトップの期待値をマークしています。その点からもかなり有力な1頭だとは思いますが、今回斤量が 58.5 キロとこの馬にとっては今までで一番重い斤量を背負うことになります。前走は58キロだったのでそこまで影響はないと思いますが、少し気になる点ではあります。ただ今回の騎手は藤岡祐介騎手、藤岡幸太騎手のお兄さんです。このサンライズフレイムは弟の幸太騎手がずっと視線で乗っていた馬でもあります。その意思をお兄さんが引き継いで乗るという点でもかなり心強いですし、負けられないと思います。この高い期待値ですし、ここはこのサンライズフレイムが二重丸評価になります。次に丸評価はロードアワードになります。この馬は少しずつですが期待値が上昇してきています。もともと芝でデビューしてましたが、ダートに転向してからは適性を見せて6戦中4戦で1着が1回と3着が2回で全て馬券内に来ています。ただ着順だけで見るとその3着になったうちの1回が今回と同じ京都ダート 1400m 戦です。ただこの時はやや重だったのでそこまで気にすることでもないかもしれません。実績だけで見ればかなり優秀ではありますが、このレースの1着ゾーンのラインから見るとまだまだ届いていません。騎手も今まで乗っていた川田騎手から今回は点乗りでみゆき騎手に乗り換わる点もマイナス要素としてあります。安定感という点では評価できますが、1着ゾーンからはまだ少し遠く、ここでさらに上昇するか怪しい感じもありますので、ここは丸評価としました。次に黒三角評価はレースセッティングになります。この馬はアルファマムと似たような推移をしています。金3走は評価できる位置にはいませんが、5走前に今回と同舞台で走っており、このグラフでは表示できませんでしたが、
その時の期待値は1着ゾーンを超えていました。なので今回の舞台はかなり適性が高いと判断できますので、ここで1着ゾーンまで押し上げる可能性もあると思われます。ただ5走前は去年の10月なので、そこがピークだったという見方もできます。現在まだ4歳なのでさすがにピークということはないと思いますが、やはり金3走の期待値が落ちている点から、ここは黒三角評価としました。抑え評価は、アルファマムとサンライズアムールになります。アルファマムは、4走前の期待値が1着ゾーンを超えており、この位置は全体のトップの位置に来ています。なので持っている能力は、このメンバーの中でもトップクラスだということが判断できます。ただそこからはだいぶ下降しており、成績も含めてあまり評価できる状態ではありません。ただ落としている金3走は、いずれも上がりで1位が2回と3位が1回と、最後の足はしっかり使えていますので、ピークを過ぎているということもないと思われます。かなり後方からの競馬をするタイプですので、仕掛けのタイミング次第にはなると思いますが、今回の北村雄一騎手は、ダート戦 200m と 1400m は得意条件ですし、ここは抑え評価としました。もう一頭のサンライズアムールは、前走でだいぶ落としていますが、これはダート戦 200m 戦でのものだったのと、約3ヶ月ぶりのレースだった点もありますので、度外視してもいいと思われます。この時は 1.9 倍の1番人気を裏切って8着になってしまっており、ここは巻き返したいところでもあると思います。2走前で今回と同じ舞台で走っていますが、1着ゾーンにも届いていませんし、そこまで高い期待値でもありません。4走前の京都ダート戦 200m 戦で1着だった時の期待値が自身では一番高いので、1200m の方が不利の適性は高い可能性もあります。ここで上昇できても1着ゾーンまでは怪しい感じもしますので、ここは抑え評価としました。以上は京都11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価アルファマム現在5番人気、サンライズアムール現在4番人気、黒三角評価ペースセッティング現在2番人気、丸評価ロードオード現在3番人気、二重丸評価サンライズフレーム現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミーファイバー候補の馬名を見ていきます。ミーファイバー候補、ここは期待値評価したサンライズフレーム、ペースセッティング、ロードオードの3頭で勝負します。以上が京都11レースの予想になります。最後に予想するレースは東京競馬場11レース芝線 600m リーン5対象5レース目ビクトリアマイル G1 です。これが出走馬の期待値グラフになります。4走前ですでに1着ゾーンを超えている子がいますね。これはマスクトディーバです。その下にいる子はモリアーナです。そしてその下はナミュールです。ちなみにもう1個下にいるのはウンブライルです。もうちょっと下を見てみます。全体的に力の差があるような印象です。一番下まで見てみます。このスタニングローズから下にいる子で金2走で上に推移できていない子は今回は厳しいかもしれませんね。該当するのはスタニングローズ、フィールシンパシー、ハーパー、ライラック、ルージュリナージュ、キタウイング、サウンドビバーチェです。この7頭はこの時点で消しでいきたいと思います。それじゃあここからさらに絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからビクトリアマイルの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はナミュールになります。この馬は4走中3走で1着ゾーンを超えています。そして4走前に関しては富士ステークスで1着だった時のもので、今回と同じ東京芝線 600m でのものです。今回と同舞台で1着ゾーンを超えているのはこのナミュールだけです。他の馬も1着ゾーンを超えている時はありますが、同舞台ではありません。2走前の香港マイルで3着だった時に期待値を落としていますが、この時以外は前走のドバイターフも含めて全て1着ゾーン超えです。今回海外明けにはなりますが、中5週空いており十分リフレッシュできていると思います。3走前のボバと牝馬混合戦のワイルチャンピオンシップで1着でしたし、その時も1着ゾーンを超えています。今回は東京の舞台にはなりますが、
牝馬限定戦になりますので、相手関係も楽にはなっていると思われます。ただ去年は7着に惨敗してますが、ナムラクレアに攻め寄られたり、最後の直線で前が詰まったり、不利もありましたので度外視してもいいと思います。ここはこの高い期待値から、このナミュールが20丸評価になります。次に丸評価は、ウンブライルになります。この馬は、4走前のニュージーランドトロフィーで2着だった時に、1着ゾーンを超えています。3走前の去年の NHK マイルカップで2着だった時も期待値としては高く、東京の舞台適性が高いことが伺えます。金2走ではそこまで評価できる推移をしていませんが、このメンバーなら上位でありますし、3走前の東京マイルの高い期待値を評価して、ここはこのウンブライルが丸評価です。次に黒三角評価はルアイズになります。2走前の落葉ステークスで1着だった時に1着ゾーンに届いています。この時は舞台が京都でしたが、1着ゾーンに届いている馬が少ない中でしっかり届いていますので、その点は評価できます。金3走はいずれも芝 1600m 線でしたが、3走前と前走で落ちている時はいずれも阪神競馬場でのものですので、坂のあるようなパワー型の馬場は不向きだと思われます。実際4走前はかなり期待値が落ちていますが、これはやや重の秋華賞でのものですし、前走を度外視すれば期待値の推移としてはかなり高いと思います。過去にクイーンカップで2着だった時に東京のマイルで実績も残せていますので、今回の舞台適性も悪くないと判断できます。ここで上昇する可能性は十分秘めていると思いますし、2走前に1着ゾーンにも届いてますので、ここは黒三角評価としました。抑え評価はマスクトディーバとフィアスプライドになります。マスクトディーバは4走前の期待値がこのメンバーの中でトップです。ただこれはローズステークスの阪神芝 1800m で1着だった時のものです。それでもダントツに高い期待値ですので、能力はかなり高いと判断できます。そこから一旦落としていますが、前走の阪神牝馬ステークスで1着だった時までじわじわ上昇してきています。ただ期待値の推移を見ると、高い期待値を出しているのはいずれも阪神です。過去のデータで言うと、前走は阪神牝馬ステークスで1着だった馬は過去10年で見ると0109で、2020年にサウンドキアラが2着になっただけで、後の馬はことごとく馬券外に沈んでいます。期待値としては上位にはありますが、高い期待値が阪神に集中しており、東京の適正面としては若干の不安もありますので、ここは抑え評価としました。もう1頭のフィアスプライドは今回が G1 初挑戦になります。2走前のターコイズステークスで1着だった時が1着ゾーンを超えており、2走前だけで見れば期待値はトップです。ただこの時の舞台は中山競馬場、今回の東京の舞台とは適性がだいぶ異なります。それでも1着ゾーンには1回届いていますし、騎手もルメールになりますので、頭まではないと思いますが、なんとか上位まで食い込む能力は持っていると思いますので、ここは抑え評価としました。以上が、東京11レース、ビクトリアマイルの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは東京競馬場11レースビクトリアマイルの予想をまとめます。抑え評価、マスクトディーバ現在2番人気、フィアスプライド現在6番人気、黒三角評価、ルアイズ現在8番人気、丸評価、ウンブライル現在3番人気、二重丸評価、ナミュール現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてウィンファイバー候補の馬名を見ていきます。ウィンファイバー候補、ここは期待値評価したナミュール、ウンブライル、ルアイズの3頭で勝負します。以上が東京11レースの予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。